薬剤師による在宅療養支援についてお話をさせていただきます。長崎県薬剤師会の佐田です。どうぞよろしくお願いいたします。こちらのポスターは長崎県薬剤師会で作成したもので、薬剤師が在宅に出ていくための皆さんに周知をするためのものです。まだまだ薬剤師が在宅に出て仕事をするというのは大変少ないというのが現実です。在宅医療については病院外で行うすべての医療のことだというふうに考えております。すなわち病院で行うことは怪我や病気を治療するキュアという文文になるんですけれども、在宅医療についてはケアの部分にかかってくると考えております。在宅療養では自宅療養と表現するように生活の中でのケアというものを中心に考えていきます。それは本人や介護者にできる最も簡単で簡便な方法を使うことが必要だということです。ですから病院でキュアを受けてらっしゃる患者さんは自宅に帰るときにできるだけ内服、それや調布剤の使用に変更してご自宅に帰ってきてもらいたいということです。また剤数と服用回数を減らすことで患者さん自身の負担、また介護をする方の負担が非常に減らすことができます。そして我々薬剤師にとってはフィジカルアセスメントの必要性といったものについても考えなければなりません。自宅で過ごす患者さんの一番の苦痛は何かというものにスポットを当てる必要もあるでしょう。そして多職種で連携することから見えてくるものもたくさんあります。多職種といっても医師、訪問看護師、ケアマネージャー、そして介護職の方もいらっしゃいますが、その他にたくさんの方々が連携をされております。これからは在宅における薬剤師の役割についてご説明いたします。患者に適切な薬を適切に服用していただく、これによって患者の病状、それから ADL、QOL を改善または維持するということに着眼点を置きます。そのために行うことは3つのポイントがあると思います。1つ目は服用状況が悪い場合にその理由を探り改善対策を行うということです。これは服薬支援と呼んでおります。2番目に患者の病状 ADL、QOL に薬が与える影響をアセスメントするということです。これは患者を支援することに値します。そして3番目です。1番や2番を踏まえた上で医師に対して患者の状況に合った適切な服用薬、剤形および服用方法を提案するということです。これは一番今までになかったことで処方設計に関わるといったことになってきます。一番最初の服用状況が悪い場合、その理由を探り改善対策を行う服薬支援ですが、お薬はきちんと飲まれた結果でどのように判断するかということが大事です。お薬を単純に飲まないと言っても、ただ飲まないのか飲めないのかによって大きく理由が変わってまいります。飲まない理由として挙げられるものには、何の薬かわからないから、一般的に言う薬式と言いますけれども、お薬の理解ができていない、それで飲めない、飲まないといったことですね。それから副作用が怖いために自分で判断をして飲んでしまう、次の自分で調整するというものにもかかってきますけれども、今日は調子がいいからこのお薬はやめておこう、今日は調子が悪いからこれを2つ飲んだら効くのかな、そういったような考えで調整をするといったことです。お薬にはいろんな味や匂いもあります。できるだけそれは飲みやすいような形に作られてはいるんですけれども、どうしても匂いが気になる、特に体調が悪い時などは匂いが気になって飲んだ後に吐いてしまうといったようなこともあります。また錠剤や散剤が苦手といった方もおられます。次に飲めない理由ですが、飲めない理由には飲み込めない、
嚥下機能が低下するために飲み込むことができない。これは食事をとるような場合にも関わってきますけれども、とにかく飲み込むことができないことによって飲めないということです。次に薬が取り出せない、手指機能の低下ですね。指先の機能が落ちてくると細かい作業がしにくくなります。ですので硬い錠剤などは出せなかったり、ハサミを使って切らなくてはいけない錠剤などは非常に飲みにくくなる。それで飲めないということにつながるわけですね。そして一番多いのは薬が手元にないということもあります。これはだんだん体の機能が落ちてくるとご自分で病院に来れなくなって、家族に頼んで連れて行ってもらわないといけない。だからそれを頼むのが申し訳ないからお薬をもらいに行けてない。それで薬が手元にない。それで飲めないんだといったようなこともあろうかと思います。患者の病状、ADL、そして QOL に薬が与える影響をアセスメントする。これは患者支援の部分ですが、これは日常の生活と活動のチェックを行い、薬との関連を考えます。お薬を飲んだために食欲がなくなる、味覚が変わる、口が乾いて飲み込みができない、そういったようなものです。次に排泄ですが、これはお薬を飲むことによって便の回数が増える、おしっこの回数が増える、それから発汗により汗がいっぱい出る、そういったものですね。3番目は異常な興奮などによって眠れなくなるということもあるでしょうし、昼と夜の感覚がずれてしまって眠れなくなるということもあります。また高齢者の方などに特に多いんですが、お薬が翌日まで持ち越してしまって翌日の活動が落ちてしまう、そういったものです。そういったものが関連して運動の分野につながってきます。運動の機能が落ちているということもあるでしょうけれども、お薬を飲むことによってふらつきや転倒が起こりやすくなってきます。最近大きく取り沙汰されていますのは認知領域です。これはお薬によっていろいろなことを忘れてしまう、それから言語障害が出る、見当識障害を起こす、そういったようなこともありますし、自然に高齢に伴う認知機能が障害されるといったようなことまで含まれて、認知領域を見ていくことも大事なことだと思っています。そして一番下に書いてありますフィジカルアセスメントですけれども、これは薬剤師にとってのフィジカルアセスメントというのは、お医者さんや看護師さんが行うフィジカルアセスメントというのとはちょっと趣を異にしていると思っています。この薬剤師のフィジカルアセスメントですが、これは日本薬剤師会の地域在宅医療委員会が作っているものなんですが、まず薬剤師にとってのフィジカルアセスメント、これは患者把握をするためのフィジカルアセスメントですから、きちんとした理念を学ぶ必要があるというふうに思っています。どのようにフィジカルアセスメントをやっていくかということにつきましては、こういった正しい手技手法を学び体験しながら身につけていく、そして疾患シミュレーターと言われるようなものを使ってきちんとした技術を体得することが必要ではないかというふうに思います。どんな時にフィジカルアセスメントを行うのかということですが、先ほどから言ってます生活の中で患者さんの状態を見るわけですから、臨床現場でのケーススタディが大事になってまいります。それには症例を学ぶことが大事ですので、これはグループディスカッションなどを行ってやっていく必要があろうかというふうに考えているところです。3番目の医師に対して患者の状況に合った適切な服用薬、剤形および服用方法を提案する処方設計です。飲み込みができない方には簡易検諾法の導入や剤形の並行を提案します。手指がうまく使えない方は一方化をしたり、剤形の変更、錠剤から水剤などに変えるなど、いろいろなことが考えられるかと思います。そして副作用が疑われる場合には薬剤の中止、減量、そして別の薬への変更を行います。自己管理が
困難な方には持続性の製剤へ変更し、服用回数を減らすといったこともできるかと思います。で、今回のテーマであります緩和ケアについてですけれども、がん患者さんの苦しみといったものについてはよく言われておりますトータルペインです。この身体的苦痛、心理的苦痛、スピリチュアルペインから社会的苦痛、この4つの苦しみが総合的に重なってトータルペインになるかと思います。では薬剤師としてこのトータルペインにどのように関わっていくことができるでしょう。薬剤師としてのアプローチとしては、まず身体的苦痛、ここには医療用麻薬を使用するといったことが大きく関わってくるかと思います。医療用の麻薬については処方に基づいて我々薬剤師が調剤し、痛みを評価し、そして患者さんの苦痛を取り除くというところには薬剤師としての大きな役割があろうかというふうに考えております。これからは多職種が共同した在宅看取りの症例について少しお話ししたいと思います。こちらの方は男性で73歳でした。原病歴は肺がんでした。そしてこの方、インスリン注射、自己血糖測定、点滴、吸引、自己導尿、そしてがんによる疼痛管理と非常に医療依存度の高い方でした。そして退院する頃には医療用の内服薬、麻薬の内服薬が服用困難となり、調布剤に変えたりとかして出てきた患者さんです。また持尿がないことより神経陰性膀胱の診断を受けられておりまして、この方は必ず自己導尿を必要としている方でした。で、在宅へ移行する時には腰椎の病的骨折の可能性がありましたので、全身状態が非常に悪く、いきなり在宅に帰すのは無理でしたので、地域の病院に転院をされました。ところが本人の3つの希望、実はこの方はお医者様でして、ご自分の研究成果をまとめたい、患者さんの結婚式に出席したい、そして残される奥様と旅行がしたいという3つの希望を持っておられまして、それを実現するために中心静脈栄養法を導入し、予後があまりないことも考えまして自宅へ帰っていただきました。そして多職種による退院全カンファレンスを開催し、メーリングリストによる情報交換を行い、在宅での看取りを目標にご自宅へ移行しました。これは我々薬剤師が行う残薬整理ですけれども、よく病院から退院された方はたくさんのお薬を持って帰られます。何が何だかわからないまま持って帰られますので、このように何の薬かが分かるようにし、また一覧表を作成し、誰が見てもどのように使うかが分かるようにして在宅ではお薬の管理をするようにしております。地域の病院から在宅へ帰られてからですが、退院当日は嘔気がひどく、先ほどの残薬を整理したものからトラベルミンやナウゼリンを使用して症状を抑えるということをしました。これが残薬の利用ということですね。そして退院全カンファを開催するところから地域の多職種の連携が始まっております。3日目には自己導尿が必要だった方が持尿が出るようになってくるんです。これを私たちはよくおうち効果と言います。ご自宅に帰られると状態が良くなられます。そして12日目には、差し込み便器の希望があったんですが、これを当局には在庫がありませんで、ケアマネージャーが八方に手を尽くして手配することができました。ここにもケアマネージャーとの連携というものが見えてくると思います。で、18日目に狡猾を訴えられたのですが、ここで私は、糖尿病があったんですが食事を取れてないということからインスリンを中止してた経緯があったものですから、高血糖があるのではないかなというふうに疑い医師に報告しました。ここに薬剤師のフィジカルアセスメントがあるかと思います。で、この後本人はさらに口から食べたいんだという希望が強かったので、ケアマネージャーの提案により訪問歯科を導入しております。ここから新しい連携が始まります。25日目には便秘がひどくなり、訪韓から便秘がひどいんですよという情報提供があり、残薬で持っておられましたテレミンソフト剤薬を使い解消しております。ここが訪問看護師との連携です。30日目には
呼吸困難感が強くなり、死に対する不安が表出されるようになります。ここまで来ると、今までに関わった全ての職種が入れ替わり立ち替わりサポートするようになります。そして32日目には夕方より呼吸苦が強くなったため、オプスを持って訪問しました。その後、医師が訪問をしたことを機に私は退出をしたんですが、3時間後に奥様に抱かれるようにしてご逝去されました。通算12回の訪問でしたけれども、いろんな職種が関わってとてもいいお看取りができたのではないかなというふうに思っています。最後に、在宅では患者を中心に生活の中で必要なことが何なのか、そして療養する患者さんには介護をする家族がいることに配慮が必要だと思っています。残された時間が短い患者さんはとても大変だと思います。それを受け入れるまでに時間もかかりますし、それはとても大変なことだと認識はしているんですが、見送られる方には必ず見送る方がいる、それを忘れてはいけないと思っています。多職種と連携する中で、自らの専門性を最大限に生かせるように、お互いの領域を侵すようなことはせず、多職種が必要とする情報は何か、それをキャッチできる感性を持つことが大切ではないか、これは職種を超えて必要なことではないかなというふうに思っています。私の話は以上です。ご視聴ありがとうございました。